こんばんは。ここは横須賀中央駅です。今日はこれから北九州へ向かいます。今までのスタートよりも都会な駅だね。ペデストリアンデッキまであったので私もびっくりしましたよ。京急線の駅だし、私鉄の駅があるくらいには栄えた地域ってことだよね。横須賀は海軍の町なので、海軍カレーのお店なども結構あるのですが、現在に10時を回っていて閉店時間なんですよね。ご飯はいいけど、フェリーの時間は大丈夫なの？いつも通り全然余裕です。ターミナルまでも近いのでゆったり歩いて向かいましょう。雨上がりだからか、しっとりしているね。駅前通りはペデストリアンデッキから降りるとアーケードのようになった通りを歩きます。美味しそうなお店がたくさんあるけどもう閉店しちゃってるね。パン屋さんなどちょっと気になるお店もあるので少し早く来てショッピングも悪くないかもしれませんね。この辺りはお店も多いみたいだし、午後に街巡りをしてから乗船とかも良さそうだね。ですが各店舗大体19時過ぎには閉まってしまいますので、そこから2時間くらいはどうするか考えておいた方がいいですね。駅からの道はまっすぐなんだね。舞鶴の時もまっすぐだったけど、横須賀も道が分かりやすいのは助かるよね。アーケードなどもあって適度に整備されているのも徒歩で乗船する人にとってはありがたいですよね。最初の交差点にやってきました。ここはまっすぐだよね。はい、基本的に突き当たりまでまっすぐです。さすがに横須賀は都会って感じだね。マンションが並んでいる。建物の高さは他の地域よりも都会らしさがありますよね。車通りも多いし、結構人が多い雰囲気だよ。道の途中にこうやってコンビニがたくさんあるのはちょっとありがたいかも。心配なので駅前で買ってきましたが意外とコンビニ多いですよね。大手のコンビニは全部見たかも。今までのフェリーとはちょっと街の雰囲気が違うので拍子抜けするところがあります。確かに、だいたいフェリーの乗り場って街の外れにあるから、買い物は済ませておかないといけないんだよね。その点今回のフェリーはかなり街中からの乗船なので、気分的にちょっと不思議です。正直ここにフェリーターミナルがあること自体まだ信じられないくらいの街といった感じです。警察署の隣を歩いています。あ、なんか船っぽいのが見えてきた。ブリッジが見えていますね。多分今日乗る船なんだろうけど、住宅街に船みたいな構造物があるのは異質だね。横須賀は港町ですが、あまり港らしさを感じないのもあって、急にブリッジだけ見えてきたような感覚になります。突き当たりを右に曲がりました。やっぱり港町らしさが全くありませんね。静かなのもあるけど、新しくできたってのもあるのかな。2021年に就航した路線ということもあって、まだ街の雰囲気を変えるまでは至っていないといったところでしょうか。大抵の港は30年以上ターミナルとして活躍してきた歴史があります。ここを進めばあとはターミナルだよね。はい、思っていた以上にすぐでしたね。何もかもが新しいね。道路の舗装もそうですが、区画のフェンスやバリケードも他の港にない新しさがあって少し新鮮ですね。船が見えてきました。デザインは新日本海フェリーと同じ感じかな。ちょっと白いね。新しい分綺麗なのかもしれません。着いた。当たり前だけど、ターミナルが新しいね。最近の建物って感じ。ターミナル内も綺麗ですね。私たちは受付の必要はありませんので、2階の待合室へ向かいましょう。待合室にやってきました。なんか空港みたい。待合室には売店とカフェスペースもありました。うさぎちゃん、乗船まで時間あるし、カフェで何か頼もうよ。そうですね。行きましょう。注文しました。カレーパンだね。サクサクで美味しい。出来たてのカレーパンはめったに食べないから、サクサクなのはちょっと楽しいかも。カレーは甘口といった感じで食べやすいです。他にも定食メニューがあったので夕食をここで済ませるのも良いかもしれませんね。乗船時間ギリギリまで営業しているみたいだし、待合所の売店としてもありがたい場所だね。ところで、すごい数のトラックが止まっているけど、あれ全部船に乗せるのかな？さっきからトレーラーが船にどんどん入っているので、ここにいるトラックも積み込まれるんだと思います。確か150台くらい格納できるフェリーなんだよね。トレーラーは2台部分だけ運んでいるみたいですね。トラクターヘッドだけ戻ってきています。少しずつ車列が動いていくからいつまでも見ていられそう。見ている感じではトレーラーのほとんどが無人車構想のようですね。東京九州フェリーは旅客定員がそこまで多くありませんので、
東京九州間の貨物輸送を目的に作られた航路だと思いますが、こうやって近くで積み込み風景を眺めていると需要の大きさを感じることができます。私たちはこうして眺めて待っていればいいけど、作業している人は大変そうだよね。船が着いてから出港まで3時間ほどなので、それまでにトラックの出し入れをしないといけません。トラックの人はある程度勝手が分かっていそうですが、これに加えて乗用車の旅客もあるので時間との戦いなんでしょうね。慣れていないとどこに止めればいいかとかちょっと混乱しそうだよね。指示してくれるとはいえ、初めてだと緊張しそうですよね。トラックが少しずつ減っていくよ。どんどん船に入っていく。もう少しで乗船時間ですね。本当に全部入っちゃったよ。あれだけたくさんいたのに、こうしてガランとしたターミナルを見ると驚きだよね。積み込み風景はあまり見る機会がなかったので勉強になりました。船ってこんなにたくさん車を積み込めるんだね。さて、私たちも船に積み込まれる時間になりました。乗船手続きとかは新日本海フェリーと同じ感じだね。待合所のある2階から搭乗口のある3階に行くときに改札があります。乗船券を見せるところだね。あとは船内に向かうだけだね。やっぱり新しいね。壁や床の綺麗さもそうですが、照明の配置なども最近の建物という感じがあります。船内だ。事前に知っていたけど、本当に船の後ろの方に乗船口があるんだね。ファンネルの位置的にはここが大体船の中央なんですよね。多分旅客定員が少ない分船室が前よりに作られているんだと思います。ロビーを抜けて今日の部屋にやってきました。今日はシングル個室なんだね。東京九州フェリーは個室が多い作りになっています。個室とは言っても簡素なタイプの個室だね。あくまでツーリストですからね。早く中を見ようよ。では、ベッドと机がある部屋だね。手すりが多くあって少しバリアフリーを意識しているのでしょうか。コンセントは2つなんだね。 USB ポートと HDMI の差し込み口もあるね。枕元で部屋の電気を全て操作できるのは便利ですね。テレビは結構大きい。音声はイヤホンジャックからなのでスピーカーはありませんが、画面が大きいのが良いですね。物掛けのフックはあるけどハンガーはないんだね。コートとかかけるのに1つくらいはあっても良いよね。部屋の設備はサンフラワーの深夜便個室など、他のツーリスト個室と大きな違いはなさそうですね。とりあえず私たちも荷物片付けてくるよ。そしたらデッキで待ち合わせしようよ。多分開いているデッキは6後半ですね。デッキにやってきました。もう少しで出港だね。北九州から運ばれてきたトレーラーが並んでいますね。こうして見るとターミナル周辺は意外と狭いね。必要最小限の設備といった感じですよね。客室が少ないからか、ファンネルよりも前にデッキの端があるのは不思議な感じだね。これだと船の後ろはよく見えないね。まあ貨物がメインなのでそこは仕方ないと思います。いよいよ出港です。時間通りの出発だね。横須賀ではバックで出港するみたいです。この停泊は入り船と呼ばれる方法で、出港に時間が取られる分入港時は早いです。入港が素早い分に焼く時間を多く取れるとかがメリットなのかな。横須賀は民家も近いので、騒音の影響もあるような気がします。入り船で停泊する場合、入港時の船のエンジン音は比較的短くすることができます。それとこの船は船尾にランプがあるので、入り船で停泊すると港の先端で荷役をします。このため、出船で停泊するよりも荷役場所が海に近い場所になり、多少騒音が軽減されるのかもしれません。新日本海フェリーの他の航路では、苫小牧東港が入り船停泊です。この船も新しいからか、あまり振動がないね。2021年就航と新しい船なので、技術的にも成熟した船なのでしょうね。他の船でもそうだけど、手を振ってくれると旅をしている気分になってくるよ。遠く離れた九州に向かうので旅情がありますよね。思わず手を振り返したくなるね。東京にも近いからか、空がとても明るいですね。今までのフェリーとは景色が違って不思議だよね。ひっそり出ていくって感じがしないね。ですが明るい都会から離れていくのは気分的に寂しさを感じますね。横須賀の町は東京湾の外れにあるので、船で出ていく時は町外れといった感じです。東京湾は町が発達しているからあまり田舎って感じはないけど、一応この辺りは町外れなんだよね。もっと湾内へ向かうフェリーもありますが、
東京湾は速度制限などもあるようで、カーフェリーにとっては少々厳しい条件になっているようですね。スピードを重視するなら湾の外れにあるこの辺りが都合がいいってことなのかな。もともとは久里浜にターミナルを置く計画もあったみたいなので、東京湾は船よりも陸上の方が都合が良いんでしょうね。展開して湾外を見ると光が少ないね。街の外に出ていく感じがするのは面白いです。まさに旅立ちだね。エントランスまで戻ってきました。浜湯はエントランスにエレベーターがあるんだね。全体的に現代的な内装だけど、光の当て方が近未来って感じかな。絨毯の模様とかは映画館みたい。今までの船よりも客室スペースが狭いからか、エントランスから色々な設備が見渡せるね。エレベーターの光は近未来感がとてもあります。明日もまだありますし、とりあえずお風呂に入って今日は休みましょう。レイトナイトスナック？夜食サービスなんてあるんですね。琉球って何？炙りしめ鯖なんてのもありますよ。夜ですがお腹が空くメニューですね。ジュルリ。もう休もうよ。おはようございます。この部屋は個室ですが、ドアに隙間があるので光が入ってきますね。朝になると食堂が開きますが、周りが明るくなるので目覚ましになります。おはよビッカさん、う。個室だけど意外と快適だったよ。一人部屋にしては広いですよね。机とテレビがあるので引きこもることができます。おはよみなとちゃんも眠れた？う。バッチリだよ。それでは朝食に行きましょうか。朝食プレートにしました。和風プレートだね。ご飯が大盛りで嬉しい。船のレストランなので割高感はありますが、美味しそうなメニューなのは嬉しいところです。セット一つで一式揃う感じだね。美味しい。値段を考えると他のフェリーのバイキングも安く感じてきますが、バランスを考えるとこういう定食の方が良いようにも思います。バイキングのことを考えると割高感はあるよね。でもこれだけ食べられれば正直満足かな。味は美味しいので食事自体に不満は全くないんですよね。良い感じに過不足ないセットで美味しいです。美味しかったね。バランスの良い朝食でした。今がだいたい9時だから到着まであと12時間なんだね。この船も1000キロ近い距離を走るので航行時間はかなり長いですね。スピードも 28.3 ノットと他の船よりも高速です。それでも21時間かかるからかなりの移動距離だよね。その分船内にプラネタリウムなどもあるみたいなので暇つぶしはバッチリですね。せっかくだし船内散策しようよ。まずは5階のロビーからです。こうして見ると結構広々しているよね。でも椅子が多いからどこかは空いてるのは嬉しい。浜湯は全体的にシックな内装なので落ち着きますよね。映画館みたい。プロムナードがありませんが、景色を楽しめる場所が意外と多いんですよね。お次はここです。スクリーンルーム。ちょっと入ってみようよ。クッションが並んでいる。ヨギボーなんだって。天井がプラネタリウムなんですね。少し曲がった天井になっています。午後になったらプラネタリウムと映画の上映があるみたい。ちょっと座ってみました。包まれている感じがすごい。人をダメにするだけありますね。ここで映画を見たら寝ちゃいそう。そろそろ次の場所に行きましょう。みなとちゃん。引っ張って起きれない。スクリーンルームの向かいにはスポーツルームがあるんだね。中はフィットネスバイクとルームランナーですね。ここの部屋は新日本海フェリーのアザレアと同じですね。この船は昼に走るから使える時間が長いのも嬉しいね。朝8時から入港直前まで使えるみたい。いろいろな部屋の営業時間が書いてるね。これは便利ですね。写真を撮っておけば迷うことがなさそうです。この船はショップの営業時間が長いよね。案内所の横でカウンターが共通なので効率が良さそうです。記念撮影の浮き輪だね。制服は置いていないみたい。なんか残念そうにこっち見ないでくださいよ。フォワードサロンだね。この船にもあるんだ。中はちょっとカジュアルな感じかな。吹き抜けロビーのような内装で一体感がありますね。窓からの景色はやっぱりいい眺めだね。選手形状はアザレアとそっくりですね。
新日本海フェリーと同じ SHK グループの船なので、技術的な面で踏襲していたりしそうですよね。こうして見るとシングル個室の多いフェリーだね。他の船に比べてステート以上の船室が少ないんですよね。ツーリスト S は個室ですがトイレやシャワーはついていないのでちょっと簡素な感じですよね。その分船の建造費は安くなるだろうからそれが狙いなのかな。料金設定は同じくらいの距離を走る舞鶴、小樽航路や敦賀、苫小牧航路と比べるとツーリストの料金はそこまで変わりませんが、ステートの料金はかなり割高です。スイートの値段は同じくらいだからどうせならスイートの方がお得なのかな。スイートはご飯もついてくるんだよね。料金設定の意図はあまりわかりませんが、個人での利用と貨物輸送をメインに考えているように感じます。東京九州フェリーの運賃は基本料金とルームチャージという方式をとっています。ルームチャージは人数に関係なく定額なので、定員で利用すればステートもそこまで高くないように感じます。確かに定員通りだと値段は変わらないんだね。ご案内いたします。まもなくしますと本線の姉妹線ソレイユとすれ違います。本線とソレイユは互いに連絡を取りながら航行しております。この機会にぜひご覧ください。せっかくだし見に行こうよ。ということでフォワードサロンにやってきました。白い船が近づいてきた。お互い時速 50km くらいの速度で航行しているので近づくのもすぐですね。船を追い越したりすれ違ったりすると動いているって感じがするよね。だいたい海は同じ見た目だからこうして船とすれ違うとスピードを感じやすいんだよね。姉妹船だと見た目もそっくりだね。垂直船首だからか新日本海フェリーのアザレアとも似た見た目だよね。新日本海フェリーの船はなんとなく船体のシルエットが似通ったデザインな気がします。サンフラワーや太平洋フェリーとはパッと見ただけで違いがわかるのが少し不思議です。急いで船尾の方にやってきました。まだ船体が見えるくらいの離れ方だね。ですがこの船もそれなりのスピードなので離れるのが早いですね。風が強い。すぐに見えなくなってきたね。船体が白いので雲と同化しますね。さて、午前のイベントはだいたい終わったので少し部屋でゆっくりしましょうか。私は海でも眺めていようかな。部屋に戻ってきました。窓のない部屋だと昼でも夜でもわからないですね。一応ドアに隙間はありますが、電気をつけるとわからない程度の光の漏れ具合です。ただ、音は若干漏れ聞こえるので、気になる人にとっては気になると思います。そういえば、この船にはゲームコーナーがありませんでした。積極的にゲームはしませんが、ないと少し寂しい気がしますね。レストランにやってきました。レストランは営業時間以外はこうして開放されます。海を眺めながらコーヒーを飲んだり、ゆったり過ごすことができるのは嬉しいです。この時間は少しずつ流れていく四国の影を眺めながらぼーっとでき、船旅をしている気分にさせてくれます。個室は窓がないので、こういう窓の近くのスペースが多いのはとても嬉しいです。暇なのでデッキに出てきました。風はとても強いですが、今日は天気がいいので景色は最高です。6階のデッキは閉鎖されている時間もありました。風が強いと閉鎖されるのかな。お腹空いたのでカップ麺を食べようと思います。おいしい。ずる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 。あ、ラーメン食べてる。ずる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 。おいしい。私も食べようかな。ずる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 。おいしい。ずる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 。17時を過ぎて、船は豊後水道を進んでいます。四国の沖を航行している時は多少揺れもありましたが、現在は揺れもなく、穏やかな海が広がっています。海峡のようなところだからか、船の数も少しずつ増えてきたね。これから佐田岬を越えるともっと増えてきますよ。佐田岬半島が見えてきました。地図で見ると細長い半島だけど、こうして実物を見ても細長いんだね。いかにも半島って感じ。遠くに風車がたくさん並んでいるよ。
遮るもののない半島で風がよく吹くので、風力発電を積極的に導入しているみたいです。この辺りは豊予海峡といい、佐多岬と対岸の佐賀関半島の間は16キロほどしか離れていません。九州と四国の最短ルートになるためか、国道9市フェリーも就航しています。そろそろ夕ご飯かな。レストランは18時からだったよね。もうすぐ18時なので、レストランに向かいましょう。いろいろな定食メニューがあるね。ステーキにとんかつ、チキン南蛮だって。結構がっつりメニューが多い感じかな。注文しました。ハンバーグ、スキレットに乗っていてちょっと高級感があるよ。熱々。肉感が強くて美味しいハンバーグです。見た目がいいからか、割高感をあまり感じないのは良いところだね。美味しかったです。あと3時間くらいで到着だね。なんだかんだイベントも多いのであっという間でした。そういえば、なんでフェリーって夜出発して夜到着なんだろう。確かに、旅客なら夕方出発とかの方が都合は良いよね。やっぱり貨物の都合なのかな。深夜出発の方が貨物のトレーラーへの積み込み時間を稼げるメリットはあると思います。ただ、夜到着するメリットはあまりよくわからないですよね。夜港に着いて深夜に移動した方が道路が空いているとか。船の移動時間はだいたい距離で決まってしまうので、どっちを重視して出発時間を決めるかなんでしょうかね。夜に到着しても、トレーラーだけなら翌朝引き取ることもできますし、出発時間をギリギリまで待った方がフェリーとしてはメリットがあるんでしょうね。そろそろ下船の準備をしましょうか。気づいたら新門司港に入ってきていたね。新門司港はたくさんのフェリーが発着する大きな港です。北九州の市街地は関門海峡を越える必要があるので、和文字と呼ばれるこの辺りに港を作ったようですね。あ、新門司港も入り船で着岸するんだね。この向きだと気づいたら着岸している感じですよね。下船準備も済みましたし、ロビーに向かいましょうか。帰りも船内後ろの下船口を使うんだね。他の船とは違って独特ですよね。ロビーの位置が他の船と違うんでしょうね。北九州に上陸です。ボーディングブリッジが新しいですね。横須賀とそっくり。東京九州フェリー専用のターミナルだから雰囲気に統一感があるよね。着いた。到着してほっとしますが、もうバスが待っているので小倉駅に向かいましょう。あっという間にバスの発車だね。待ち時間がないのは便利ですが余剰はないですね。小倉駅までは近いの？だいたい40分くらいです。この距離を無料で送迎してくれるのはありがたいね。バスの乗車率は 60% くらいなのでそれなりに需要があるんでしょうね。着い小倉た。駅に到着しました。送迎バスは新幹線口側に着くんだね。有名なモノレールが見当たらなくてちょっと不安になったよ。この後はホテル？はい、すぐ近くなので向かいましょう。ご視聴ありがとうございました。